こんにちは、千葉こずえです。今日はこの原稿にスクリーントーンを貼っていきます。まず最初に簡単に貼り方をお見せしちゃうんですが、このクリップスタジオにデフォルトで入っているクイックマスクという機能を使った貼り方です。私はこの貼り方しか知らないので、この貼り方を今日は説明していきます。ご興味のある方は見ていただけたら嬉しいです。おすすめのトーンだったり、普段影に使っている番数なんかもいろいろお話ししながら進めていきます。How to 動画にしてはのんびりしたテイストなんですが、ご了承ください。はい、まず使用デバイスは iPad Pro 11インチ第2世代です。ソフトはクリップスタジオペイントを使っています。さすがに画面が小さいので左手デバイスも使っています。こんな感じでタブを閉じたり開いたりして狭さを軽減しています。で、この左側にクイックアクセスっていうコーナーを作ってあって、よく使うツールがこんな感じで登録しています。カラー、コマ、下絵、トーン、ペン、目の中身、あと適当に気に入ったのを放り込んでおくところですかね。今日はこのトーンのコーナーを使っていくんですが、だいたいここに入っている道具でトーンを貼っていきます。そして右側にはトーンが入っている素材パレットがあります。私が使ってる網はだいたいこんな感じですね。この60線の 10% っていうのが多くの漫画家さんが影に使っているトーンになります。でも私はもうちょっと濃いめだったり粗めも好きなので、気に入ったものをこうやってお気に入りフォルダに入れています。グラデーションもよく使うので、こうやって気に入ったものを集めています。あと、今の連載の背景だったり、効果トーンはあんまり気に入ったのがまだなくて、ちょっと迷子ですね。あと T シャツに貼るロゴだったりとか、空だったり、とこの砂目のトーンもかなり使います。この下の方に入ってるのがクリップスタジオのデフォルトの元々入ってるものなんですが、でこの中で気に入ったものがあったら、こんな感じでドラッグして、お気に入りのフォルダに放り込むっていう感じです。はい、ワークスペースはこんな感じにしています。いや、さすがにちょっと狭いんですよね。このパレットまで出しちゃうと、ここまで画面が狭いので、さすがに iPad トーン作業の時は狭いなぁと思ってます。なのでいろいろ工夫してあっちこっちを縮めたりしながら、はい、タブも使って、こんな感じです。はい、じゃあまずクイックマスクの使い方を簡単にご説明します。今クイックマスクの実行解除というところをタップしました。これをタップしてる間は、すべてのツールがピンク色になります。今ミリペンがピンクですよね。で、バケツツールもピンク色です。で、この状態でもう一回クイックマスクの実行解除を押すと、ちょっと見づらいんですが、点線になって選択範囲ができています。そこにトーンパレットからトーンをドラッグすると、こんな感じで貼れます。で、今トーンのところにレイヤーがあるので、その状態で投げ縄塗りを選んで、こうやってやると、どんどん追加されていきますね。戻る。戻る。戻る。
ともう一回やってみます。クイックマスクの実行解除で投げ縄塗り。で、消しゴムツールでちょっと消してみますね。そしてまた解除して洗濯範囲ができたらトンを放り投げるって感じですかね。はい。今、掛け編みブラシを選びました。で、ここに透明色に切り替えっていうのが登録してあるので、こんな感じで掛け編みブラシでふわっと削ったりします。今ね、透明色に切り替えになってるので、はい。元に戻すと、こんな感じで逆に色がふわっと乗る感じになりますね。なんで、ほっぺなんか、ちょっと濃すぎますけど、こうやってつけていくことが多いです。で、本当の初心者さんからすると、そのクイックマスクはどこに入っているんですかとか、そのクイックアクセスはどうやって作るんですかっていうご質問もありそうなんですが、ちょっと説明が長くなってしまいますので、それはよかったら Google で調べてみてください。クリスタクイックマスクどこにあるとか、クリスタクイックアクセスの作り方とか調べれば出てくると思います。はい、早速作業に移っちゃってますが、クイックマスクをタップした状態でいろいろなツールに持ち替えて選択範囲を作っていってます。ミリペンで細かいところを塗っていったりしてますね。私はなんとなくミリペンにしてしまってるんですが、これはどんなペンでも大丈夫です。はい。もう一回クイックマスクをタップして、ほい。こんな感じでドラッグして貼り付けられました。今カフェの番数結構粗めですね。なんだろう、32線の 10% ぐらいかな。私は結構こういう粗めのトーンが好きで影に使うことが多いです。基本的には人物の顔が大きければ編みが粗めでも気にならないですし、また人物が小さく書き込まれてるとこだったら60線の 10% とか55線の 15% とかにすることが多いです。今投げ縄塗りを透明色にして消したりしてますね。投げ縄消しゴムだったり普通の消しゴムでも消せるんですが、透明色に切り替えをショートカットにしておくとこんな感じで使えたりします。ほい。じゃあ隣のコマをやっていきます。同じ番数でいいんだったらさっきのついでにやるんですが、割とコマによってトーンの粗さを変えたいタイプなので、一コマ一コマやっていきます。同じ影でも一コマ一コマ番数を変えたりすると、ちょっとのっぺりしたイメージがなくなって、立体感のある原稿になると思い込んでやっています。そして掛け編みのブラシでほっぺをぬりぬりしてますね。で、今度は55線の 15% かなを貼ってます。よ、やっぱやめた。60線の 10% にしよう。いいですね。60線の 10% は多くの漫画家さんが影に使っているもので、なぜかはわからないんですが、昔からこれを使う人が多いんですよね。
さすが人気の番数なだけあって、使いやすいですね。濃すぎず、薄すぎず、粗すぎず、細かすぎず。アナログで書いていた時代も、この60線の10番、61番っていうトーンをものすごく買い込んでいましたね。もう画材屋さんでスクリーントーンにいくら払うんだっていうぐらいお金を使ってしまっていたので、今はもう貼りたい放題という感じで、これがデジタルのいいところですよね。はい。そしてまた掛け編みブラシを選択して、ちょっとシャープすぎるかなというところをふわっと削ってますね。アナログ時代はこれカッターで削ってましたからね。本当に便利です。この削りを入れると優しい柔らかい雰囲気が出るので、私はしょっちゅうあっちこっちを削ってしまいますね。少女漫画ではこういう優しいタッチもいいかなと思うので、よかったら皆さん削ってみてください。はい。今直線ツールを初めて使いましたね。直線ツールはこうやって上のね、隙間から漏れ出しちゃいそうなところを塞ぐのによく使ってます。ちょっと今やり直してみるんですが、こうやって線がつながってないところから漏れ出しちゃうので、この漏れそうなところを直線ツールで塞ぎます。原稿の端っこまで線を入れちゃえばこんなことにならないんですが、なぜか途中で線を止めてしまう癖があるんですよね。さあ、T シャツも網でいいかな。何色の T シャツなんだろうっていう感じですが、グレーですかね。はい、女の子の T シャツはもうちょっと濃い網にしたんですが、ちょっと濃さが男の子と一緒すぎるかなと思うので、このレイヤープロパティからトーンの線数、濃さを変えてます。後からこうやってレイヤープロパティのところで濃さと粗さは変えられるので、気負わずに貼ってっちゃって後から変えるっていうのもありですよね。影も服も網なので、やっぱり粗さはね、あれこれ工夫して変えた方が見やすい原稿になると思います。はい。そして同じ服を着てるコマがあったのに塗り忘れてたので、トーンのレイヤーを選択して、こっちも貼っていきます。よし。はい。突如休憩に入りました。昔のアナログ原稿を引っ張り出してきてみました。こんな感じで、さすがに空は削って作ったわけではなくて、こういうトーンですね。この T シャツの柄とかをカッターで削って抜いてるのが何とも言えないアナログ感ですよね。このサメボーイっていうロゴは何なんでしょうかね。ちょっと今静止画になっちゃってるんですが、アナログ時代の原稿用紙を取ってきてみました。B4 サイズって大きいですよね。今となってはもうアナログ原稿に書ける気がしません。こんな大きい原稿を埋めていたなんて信じられない。もっと小さいサイズにしてもいいんじゃないかなと思うんですが、大昔の基準でそのまま今も商業原稿は B4 サイズですね。さあ、さっきの原稿の続きです。ここで突如としておすすめのトーンをご紹介したいと思います。結構ご質問が多いので、
何種類かですが、この動画の中でおすすめトーンをご紹介したいと思います。はい。では今から貼っていきます。この控えめなドットっていうトーンが本当に気に入っていて、毎回原稿でお世話になっています。これはアセッツでダウンロードしたものですね。で、やっぱ違ったかなと思った時に、貼り替えるボタンがあるって知ってましたか？私の場合この端っこに入ってるんですが、これ、変えたいなと思ったトーンをタップして、そしてこれをちょんとすると貼り替わります。このボタン私最近知ったんですよね。すごく便利じゃないですか？やっぱり別のにしようかなと思ったら、またちょんと選択して、はい。いやー、今まで私は何をやっていたんでしょうか。こんな便利なボタンがあることに気がつかずに過ごしていました。はい。じゃあ、ここから7分ほど画面録画に切り替えました。この方がワークスペースの動きがわかりやすいかなと思います。今、この男の子の T シャツを黒でベタにしたんですが、ちょっと軽やかに光が当たってる部分が欲しいかなと思って、この掛け編みブラシで透明にして削ってます。それで今この下の線画を水色に変えるんですが、ほい。この線画を水色に変えて、そして上のレイヤーにどんどん持ってきて、見えるようにして、そしてさらにもう一個上にレイヤーを作って、ミリペンを白に変えて線をこんな感じで描き直していくっていう感じですね。ベタで T シャツのシワが消えてしまったので、これをやり直してるという感じです。で、やらなくてもいいかなと思ってサボっていた時期もあるんですが、編集さんからこの白抜きはやっていただいた方がいいかもですというご指摘を受けて、やらないよりやった方がやっぱり見やすいかなということで、今はこれぐらいの中ぐらいのコマはちゃんと白く線を出すようにしています。ちっちゃいコマはもう諦めてますね。で、下のコマも同じ人物なので、同じベタでもいいんですが、ちょっと雰囲気を変えたいのでトーンにします。ここでまた突如おすすめトーンなんですが、この手書きグラデっていうのをすごくよく使っています。こんな感じで手書きっぽいグラデーションですね。クリスタのダウンロード素材です。で、今普通のグラデーションに貼り替えてみるんですが、普通のグラデーションでも黒い T シャツ、パキッとしてかっこいいかなとは思うんですが、最近の私の好みはアナログ風の原稿なので、やっぱりこの手書きグラデーにします。はい。じゃあ背景のコマにもトーン貼っていきます。ちなみにこのページに入っている背景はすべて素材です。いや、本当にありがたいですね。で、今空のトーン貼るんですが、このトーンもダウンロード素材なんですがお気に入りです。こんな感じで4種類の空が入っていて、細いコマ用のトーンっていう名前なんですが、拡大すれば大きいコマにも普通に使えるので、すごく便利だと思います。拡大してもね、トーンの目が粗くなるわけではないので、こういう素材って本当に使いやすいですよね。
こんな感じ。で、ちょっと色が寂しいかなというところに、もう少しトーンを追加します。これもダウンロードのスナメトーンなんですが、よく使っています。あとは寂しいかなと思ったところにちょこちょこ追加していきます。こんな感じかな。で、今この男の子のカフェエプロンにトーン貼ろうとしてるんですが、服は結構編みとかグラデにしがちなんですが、これもダウンロード素材なんですが、このザラッとした質感のトーン。こういうのも貼ってみると画面に立体感が出るような気がしています。編みとグラデだけで構成した画面だとちょっとつるっとして機械的になってしまうような気がしているんですよね。ここが線が重なっていると気づいて直そうとしているんですが、私は結構大雑把な性格なので、レイヤー構成がめちゃくちゃになってしまっているので、どこにあるのかわからないことが多いんですよね。なんで今、この上のコマンドバーに、レイヤー選択とオブジェクトっていうツールが登録してあるので、これで線だったりトーンをつっついて、そのレイヤーを検索して、そこに導いてもらって直すっていう感じです。で、今、背景にも影のトーンを貼ろうとしているんですが、これは私の長年の感覚なんですが、ちょっと粗め。例えば30番ぐらいの 5% っていう粗くて薄いトーンを背景に貼ると、それっぽくなるような気がします。人物にはもう少し細かめの濃いめのトーンが貼ってあるんですが、こうやって背景とは貼り分けることで、わずかですが立体感が増すように感じています。このコマもまだちょっと寂しいかなと思うので、この窓の外に木のトーンを貼っていこうと思うんですが、木のトーンも実は今木のトーン難民という感じで、1個しか気に入ったトーンがないんですよね。もしおすすめの木のトーンを知ってる方がいたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。で、ちょっと濃いかなと思うので、今レイヤーの濃度を下げちゃいました。こうやってレイヤーの透明度を下げてもグレーになってしまうわけではないトーンで本当に使いやすいですね。雑誌や単行本に印刷される漫画は白と黒で表現されていないといけないので、グレーになっている部分はうまく印刷に出ないので気をつけないといけませんよね。で、うっかりグレーのレイヤーをそのままにして入稿してしまわないように、グレーのレイヤーを炙り出す方法があるんですが、皆さん知っていますか？知らない方のために今ちょっとご説明すると、上のウィンドウからレイヤー検索というコマンドを引っ張り出してきて、この状態でページを開くと、このページの中でグレーになってしまっているレイヤーや、カラーになってしまっているレイヤーが、こうやって教えてくれるんですよね。で、この上の項目のところは今もうすでになっているんですが、この基本表現色を超える設定のレイヤーにチェックを入れておいてください。で、これをタップすると、はい、このグレーになってしまっているレイヤーに導いてくれるので、確かにグレーになってるので、右のレイヤープロパティで、これをトーン化しちゃえば消えますね。これでもうトーンになったので大丈夫です。このロゴがそうだったみたいですね。戻すと表示されて、トーン化するとちゃんと消えますね。こ
これを全ページチェックして最後に入稿するという感じになってます。このページはなし。このページもなし。このページもなし。で、今、後ろの方のページで2個見つけたんですが、なんか見てみても、グレーでもなければ透明度も下がってないし、なんで表示されてるんだろうっていうことも結構あるんですが、その場合はこのレイヤープロパティの下の方にあるマスクの表現のありなしをなしにすると大抵消えてくれます。ちょっとよくわからないんですが、表示されたまま入稿するのは怖いので、このなしの方にチェックを入れて、この表示を消します。はい、どんどんチェックしていきます。入稿まであと30分ぐらいです。はい、さすがにちょっとネタバレが過ぎる感じだったので価格を変えてみました。こうしてね、最後にミスがないかどうかっていうのを入念にチェックしていくんですが、毎回何かしらミスがあるような気がしますね。一応私がチェックして、家族がダブルチェックしてくれて、そして入稿したものを担当編集さんがチェックしてくれて、それで印刷所に行くわけなんですが、そこで印刷所の方が気がついてくれて直すこともありますね。このコマだけさっきまでしていたはずのアクセサリーがないですよとか、ここちょっとトーンが重なっちゃってますよとか、いやー、印刷所の方もすごいですよね。でもそのすべてのチェックをくぐり抜けて、ミスが単行本に載ってしまうっていうことも普通にあるんですよね。実は、この大福ちゃんと王子様という連載で一番大きかったミスが、ちょっと画面上で見ていただきたいんですが、5巻の最後の方、海に行くっていうシーンなんですが、なんと服を着ていたはずの男の子がページをめくったら裸になっているっていう、裸といっても水着なんですが、いやー、とんでもないミスをしたまま単行本になってしまいました。電子書籍の方ですと直せるので、後から服を着せて直したものを掲載していただいてるんですが、もう出てしまった単行本に関してはしょうがないですよね。もしお手元に単行本がある方は見てみてください。で、これなんで最後気づいたかっていうと、読者の方が普通に書き込んでくださった漫画のレビューを私が見ていて発覚したんですよ。で、この男の子なんでここで裸になってるのっていうレビューがありまして、いやー、ちょっと恥ずかしいですね。この連載では他にもいろいろ実はミスをしているんですが、とりあえず面白いのはここだけですかね。面白がっちゃいけないんですけどね。本当に気をつけていこうと思います。私の場合、そんなに締め切り前に根詰めるタイプでもないのですが、やっぱり原稿を送信し終わった後は、ほっとしますし、やったーっていう気持ちになりますよね。私もこの後担当さんに原稿を送信して、今日は一日好きなことをするぞーとなって、趣味の YouTube 編集を楽しみました。最近の趣味は YouTube 編集なんですよね。なんだかんだ物を作ることは全般楽しいなと思います。こんな感じで YouTube 作りも楽しんでできていることに感謝しつつ、保存して、ここからクラウドを通して MacBook に移して、
それでギガファイル便で編集部に送信するという感じですね。はい。猫さんに机を占領されております。ご飯くれ攻撃ですね。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか？私なりにドンの貼り方、丁寧に説明したつもりだったのですが、いやーちょっとわからなかった。Google で検索してもやり方出てこなかったということがあれば、コメント欄でご質問いただけたら、お答えできる範囲でお答えします。いつもコメントありがとうございます。動画作りの参考にもなっていて、とてもありがたいです。一応私の本も宣伝しておこうかな。まあいいか。はい、部屋の中はこんな感じ。やっぱり宣伝しておこうかなということで、今手に取ろうとしてますね。大福ちゃんと王子様発売中です。この YouTube チャンネルのプロフィールのリンクから無料で読めるリンクになってますので、ぜひ読んでみてください。ちょっとね、5巻の裸事件のところまでは無料で読めないと思うんですが、よろしければ楽しんで漫画読書してください。今回も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。それではまた。